さて今回紹介するのはこちら、ファーストウラヌスです。ということで初のコロコロ限定ベイブレード。ベイブレードといってもスパーキングチップとリングしか付属してないんですけど、コロコロ本誌にこの付録がついてきて、値段はそんな変わってない600円ね。昔のコロコロを知ってる人は結構驚きかもしれないけど、最近普通に500円じゃなくて550円くらいなのよ。でなんか他にも付録ついてきて50円くらいのアップでレイヤーがついてきてるという、今までの500円っていう価値観の中で言っても100円でこんなしっかりベイブレードのパーツついてくるのは結構破格かなと。で一応ね、箱の裏にファーストウラヌスの改ざんをこんな感じみたいなの書いてありますが、ちょっと今回はこのパーツ揃えられないので、これも今週末のキャンペーンで手に入るやつだし、これもね今週末のバリアントルシファーのパーツだったりするので、今回はちょっと形似てるハイペリオンのパーツを流用しながら組み立てていこうかなと思っております。開けましょう。でこれがファーストウラヌスよ。結構かっこいいカラーリングしてますね。でリングの部分がもう全くの無塗装。これすごいね。シールは映えそうだし、塗装の土台にしてもすごく面白いリングになるんじゃないかなと思います。さてそんなわけでこちらがファーストウラヌスなんですけども、毎度のことながらコロコロ限定ベイはね、シールが光っててかっこいいんだけどね、紙シールなのでとてもデリケート。みんなも貼る際はちょっと気をつけてほしい。でまずはこのスパーキングチップのウラヌスなんですけど、コロコロ7月号の紹介には太陽神をモチーフにって書いてありましたが、今回付属の説明書には天空神ウラヌスモチーフという風になってます。でベイブレード全体をロックする右回転のスパーキングチップ、そういうことになってると。で裏側のねここの爪の部分ですね、この爪の高さっていうか長さっていうかがハイペリオンよりちょっと長いラグナルクに近いかなっていう感じなので、若干ねロックは緩くなるのかなっていう気がします。で見た目はこんなちょっと顔はバルキリーっぽいんですよね。ただやっぱ見てほしいのは各部のファイヤーパターンみたいなやつ。これがね今回のこのハイペリオンとヘリオスのスパーキングチップにも見られたり、ルシファーにも見られたりする、主役級のねデザインだったりするので、元祖スパーキングベイと言われているウラヌスにもその特徴がしっかり現れているぞというのが見どころじゃないかなと思います。チップコアとかもそうですね。でリングのファースト、もうファーストと言ってます。元祖よ元祖で、今回の説明書にはアッパーまで相手を空中に跳ね上げ攻撃するアタックタイプの右回転リングという風に書いてあるんですけど、ちょっとあっさりしすぎていると。でこれまたコロコロ7月号から引用すると、赤いウイングで体勢を崩す、ここのアッパーですね、体勢を崩して黒いウイングで弾き飛ばす。で最後この青いウイングでとどめを刺すと、そういうような感じになってるんですけど、ぶっちゃけマジでスーパー酷似してます。本当に強いて言うとスーパーの方がより滑らかで流線的な形。もっとキモい話をするとスーパーの方がモデリングちょっと大変なんじゃないかなって思います。ただこう刃をね横から見た時すごい一致するのよ。だから公式アカウントでねマスターブレーダーのムラキングがいろいろこいつの元祖たるゆえんみたいなのを話してて、あれがどこまで本当なのか本当だとは思うんですけどわからないですが、これもっとねいろんな意味での元祖があるんじゃないかなってうがって見てしまう。スーパーの構造試作じゃないけど原理試作みたいな、とりあえずスーパーこんなんにしたいなで作ったのがこれでいろいろバトルしたりねしていくうちにどんどんブラッシュアップしてできたのがスーパーだったりするんじゃないかなみたいな、邪推してしまう。そんくらい似てます。ただやっぱ裏がねスーパーの方がしっかりとリーブが追加されていたりと、やっぱファーストの方が荒削り感がね否めないかなというような形になってるので、その辺の背景を含めて考えながら見るととても面白いかなと。また白になってることで去年のね主人公機のエースドラゴン、こいつのエースっぽさみたいなのもねちょっと増してるかなと。非常に見応えのあるリングになってますね。でこの2つのパーツを組み合わせてファーストウラヌスと。で今回はここに 1A シャーシ、そしてエクシードドライバーをつけてこちらの状態で回していきたいなと思います。
さて、そんなわけでファーストウラヌス使ってみたんですけども、いや、今日また僕はベイブレードの奥深さっていうものを思い知らされました。ずっとね、このファーストウラヌスのファーストリング、これはスーパーハイペリオンのスーパーに酷似していると言ってきたんですよ。で、手に取って見てみても確かに似てる部分多かったんですけど、これがどうしてか使ってみると全然違うのよ。驚いちゃった。いやもう本当にハイペリオン、スーパーハイペリオンに似てると思ったんで、構成も全く同じにして、今回のね、新パーツだけの違いにしたんですけど、違うんだよね。使用感を端的に言うと、ファーストウラヌスの方が、なんか連打系。で、一撃はそんなに重くない。一つ一つの攻撃は軽いんだけど、素早く動いて連打していくみたいな。そんな違いを感じた。実際リングもスーパーの方が若干重いんだよね。0.3g とか 0.4g くらいの差なんだけど、それでこんなに体感変わってくるんだっていう面白いのよ。ほとんど本当に似てんだけど、スーパーの方がやっぱ一撃がグイッと相手に深く刺さり込んでいって重い一撃を与えられてる気がするし、こっちはどっちかっていうと、やっぱね、こう流線形っていうよりはまだカクカクしてるじゃないですか。この一つ一つでパンパンパンって殴っていくみたいな、なんだろうね、日村謙信じゃないけどさ、そういうのを感じるような立ち回りなんだよね。これマジで面白い。どっちの方がめっちゃ強いとかあんまりないかな。ファーストウラヌスがめちゃめちゃ激強絶対買えとかではない。でもこいつにはこいつのいいところがあるし、スーパーハイペリオンを持っていて比べてみると、こんな似てんのにこんな変わるんだ。やっぱベイブレードって奥深いなみたいなところがね、めちゃめちゃ体感できるんだよね。いや、面白かったです。ハイペリオンを持っているっていう前提のもとで言えば、コロコロ込みの600円でこの体験ができるっていうのはちょっとね、破格すぎるっていうか、コロコロタダみたいな、全然それ以上の価値を体感しましたね。よかったです。いや、もうちゃんと今週末ルシファーとね、1D を手に入れたら、おすすめの改造っていうのでも回してみたいなと思ってます。やっぱウラヌスはね、若干ハイペリオンよりはロックが緩くなってる気がする。ロック進みやすかったなって。もちろんこのファーストとね、スーパーのリングの形っていうのも多少なりとも影響はしてると思うんだけど、若干やっぱこっちの方がロック進みやすいなっていう気がしました。ゆえに 1D なんだろうね。ロックガチガチになるから。その辺を考えていくのもすごく面白いのかなと。いや、これが付録は爆アドですよ。ぜひぜひ皆さん、コロコロコミック8月号ね、これ買って、このウラヌスをバシッと手に入れてね、ちょっとこの面白さを体感してほしいなって思います。はい、というわけで今回はファーストウラヌスの紹介でした。